皆さん、こんにちは。ひなです。いつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストでは、主に JLPT N1 から N2 レベルの学習者の方に向けて、日本語で様々なテーマについてお話ししています。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。突然ですが、皆さんは最近 AI を使っていますか？私はほぼ毎日のように使っています。仕事では動画を作ったり、日本語教材を作成したりしているんですが、そうした作業には考える時間がかなり必要になります。もともと分析したり、物事を深く考えたりすることは好きな方なんですが、考えすぎるあまり、かえって頭の中が整理できなくなることもあります。そんな時に便利なのが AI です。自分の考えを整理したい時は AI に質問を投げかけてもらいながら一緒に考えて最後に要点をまとめてもらっています。また、外国語を勉強する時にも言葉のニュアンスを確認したり、例文を作ってもらったりすることがあります。こうした使い方をすることで、仕事や勉強の効率は以前と比べて大幅に向上しました。本当に便利な時代になったなと感じています。しかし、その一方で、最近の日本では AI をめぐる新たな問題も注目されるようになっています。それが AI を利用したレポート作成や試験での不正行為、さらには就職活動における過度な AI 依存です。2020年のコロナ禍以前、日本では対面授業や会場での受験、対面での面接が一般的でした。しかしコロナ以降はオンライン化が急速に進んだことで、自宅で試験を受けたり、オンラインで面接を受けたりする機会が増えました。その結果、AI を不正に利用しやすい環境も生まれてしまいました。例えば、自宅で試験を受ける際に AI に回答を作らせたり、レポートのテーマだけ入力して本文をほぼすべて AI に書かせたりするケースが問題になっています。もちろん AI を補助的に活用すること自体は悪いことではないと思います。しかし、それによって本人の理解度とか能力が測れなくなってしまうのであれば、行う意味がなくなってしまいます。試験は、その人が必要な知識や能力を持っているのかを確認するためのものですし、面接は、その人が企業や組織の環境に適しているのかを判断するためのものです。もし合格そのものが目的になってしまえば、その後本人が苦労することになります。入学や入社はゴールではなく、むしろスタートに立った状態だと思っています。実力以上の評価を得てしまった結果、ついていけなくなって学校を辞めたり会社を退職したりするのであれば、それは本人にとっても良くないことだと思います。こうした状況に対応するために、企業や教育機関も様々な対策を考えているそうです。その代表例が AI によって作成された文章かどうかを識別する AI ツールです。AI が書いた文章を AI が見抜くという話を最初に聞いたとき、私は少し不思議な気持ちになりました。AI が人間の代わりに文章を書いて、その文章を AI が判定する。つまり人間同士が評価し合うのではなくて、AI が作ったものを AI が評価する時代になっているんです。少し恐ろしいと思いませんか？もちろん技術の進歩そのものは素晴らしいことです。しかし、その一方で、私はある疑問を持つようになりました。完璧な文章を書くことや、ミスをしないことは大事なことなんでしょうか？私は本来、会話や言葉というものは、
自分自身の経験や感情を自分の言葉で語ることだと思うんですが、どう思いますか？実際現在では別の問題も起きています。AI が作る文章は文法的にも倫理的にも非常によく整っています。そのため多くの人が AI を利用すると、かえって似たような文章ばかりが増えてしまいます。本来であれば自分の強みや個性をアピールするはずの志望動機やレポートがどれも似た内容になってしまっているんです。つまり便利になった反面、差別化が難しくなっているとも言えます。さらに深刻なのは AI を全く使っていないにもかかわらず、文章が整いすぎているから AI を使ったのではないかと疑われるケースまで出てきていることです。実際にレポートの再提出を求められたり、評価に影響が出たりした学生もいるそうです。こうなると、真面目に努力している人が損をする可能性も出てきます。私はこの状況を見ていて、技術の進歩そのものが問題なのではなく、その技術との向き合い方が問われているのかなと感じています。では、私たちは AI 社会とどのように付き合っていけばいいと思いますか？私は AI を使うこと自体には賛成です。むしろこれからの時代は AI を全く使わずに生きていくことの方が難しいかもしれません。しかし大切なのはどこまで AI に任せるのかを自分で判断することだと思います。例えばメールの下書きやデータ整理、情報収集などの作業は AI が得意な分野です。そうした業務を効率化できれば、その分の時間を家族と過ごす時間や趣味、勉強などに使うことができます。AI は人間の仕事を奪う存在というより、人間が本当に価値を発揮すべき部分に集中するための道具なのではないかと思います。AI が発達すればするほど、私たちは多くの作業から解放されます。だからといって何も考えなくて良くなるわけではないと思っています。むしろ何を AI に任せて何を自分で考えるのかを判断する力はこれまで以上に求められるようになると思います。技術に依存するのではなく、技術を活用して AI には再現できない経験や感情、自分自身の言葉を大切にすることが、これからの時代において人間に求められる力なのではないかと思っています。皆さんは AI をどのように使っていますか？勉強や仕事で AI を利用する際は、どのように使い分けるべきだと思いますか？また、AI が作ったものを AI が見抜く時代について、皆さんはどのように感じますか？ぜひコメントで教えてください。では、今日はここまでにします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。